はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ね、ご紹介するのはこちら。はい、せーの、ドン。こちら、チリオニオンパスタというものになります。なんぞやってことですよね。で、こちらですね、約2年ほど前にですね、カナダのあるフードコーディネーターの方がSNS で、ご自身のこのレシピの方を、発信したところ、とんでもないバズりを見せまして、もうそれがね、各国に飛び火して、その各国でも何千万再生とかっていう数字を叩き出した化け物みたいなレシピなんですけども、こちらをですね、私実際に作ってみて、こちらをこう日本人向けにちょっとね味の方を改変させていただきまして、今回ねご紹介させていただきたいなと思って動画にさせていただいております。で、その時にですねどうしてもちょっと日本じゃなかなか難しいなっていう材料があります。それがチリクリスプっていうものになるんですけども、これのちょっと代用できるものが何かないかということで探しました。せーのドン。はい、桃屋のラー油ですね、こちらをですねちょっと魔改造します。魔改造して、ですね、チリクリスプの方をこう作りまして、実際に、チリオニオンパスタの作り方の方をご紹介したいなと思いますので、早速ね皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーのドン。はい、じゃあ材料の紹介です。玉ねぎですね。ちょっと小ぶりなもの用意してます。それとニンニクですね。はい。で、パスタですね。こちらバリラの 1.8、90g 用意してます。だいたい1人前ぐらいですね。で、お次がこちらオニオンパウダーですね。こちらは Amazon で購入できるものになります。で、こちらガーリックパウダーですね。こちらも Amazon の方でご購入できます。で、クレイジーソルトですね。これ、私の方で、ちょっとねミキサーにかけて粉末状にしてます。ちょっと使いやすいようにしてますね。こんな感じです。してもしなくても大丈夫です。で、次が、カゴメのこのトマトペースト。これすごい使いやすいですよね。ちょうどねパスタ1人前とかに使うのにはちょうどいいなと思って、こちらよろしければ使ってみてください。で、生クリーム、35% のものでいいです。これの半分ぐらいを使います。で、コンソメですね。こちら顆粒のものです。これは規定量を守ってお湯で溶いてちょっと準備しておいてください。はい、こちら、パルメザンチーズ、粉末ですね。こちらはだいたい 10g。こちら黒胡椒ですね。で、こちらですね。これ、魔改造する材料になります。まずパプリカパウダー。こちらすごい重要です。で、こちら一味唐辛子のフレーク状のものですね。で、こちら唐辛子、例の桃屋のあれです。はい。で、玉ねぎの方はねちょっと幅ちょっと気持ち広げてこんな感じでカットしてもらえれば OK です。で、ニンニクの方はね薄くスライスして、でも、こんな感じでみじん切りにしてもらえばこんな感じです。はい。で、桃屋さんのラー油の方をこうやって一回ねざるで一回こします。中身とね、油を分離させるっていう感じですね。こんな感じで分けてもらえれば OK です。で、こちらチリフレーク、にパプリカを入れていきます。で、チリフレークなんですけど、もしない場合は、一味唐辛子をミキサーでちょっと軽くバーッと回してもらえれば同じようになりますのでね。で、こちらブレンドオイルになりますね。ちょっとだけで大丈夫です。このぐらいですね。で、これを火にかけます。で、あんまりね熱くならない160度ぐらいのところでこうやって入れてもらって、でこれさっき分けた、ラー油の方ですね。ラー油の方はねもうこれ別で、別の料理で使ってください。でこの温まったね、こちら
パプリカと一味唐辛子の方をこちらの桃屋さんの方に放り込みます。これをやる、温度をね熱い状態でちょっとやってしまうと今度この桃屋さんの方のやつが焦げてしまうので別でちょっとやってるっていうのが、コツですね。でこれをやってあげるとごま油の香りが飛びますのでね。で今からパスタ茹でていきます。で塩はねちょっとでいいです。1% とか入れなくて結構です。でもうすでにね麺は入れてあります。で油をひいて玉ねぎを炒めていきます。でね今から色をつけていきますんで、こんな感じですね。で、炒まってきたらここにコンソメ、入れましょう。こんな感じでね。で、ここでニンニクを入れます。でここでね、作ったチリクリプスオイルを入れていきます。でトマトペーストを入れます。この時はねちょっと火は弱めておいた方がいいですね。で、オニオンパウダー、これはねしっかり、パッと入れてください。でガーリックパウダーはちょっと気持ち少なめで大丈夫です。でクレイジーソルトですね、これもちょっと気持ちぐらいで入れていただければ OK です。で黒胡椒、これはねしっかりがっつり入れてあげてください。で生クリームですね、この小さいやつだいたい半分ぐらい入れてます。これ全部入れてしまうとめちゃくちゃちょっと料理自体が重くなってしまうので半分ぐらいで十分だと思います。分量はね概要欄の方に入れておきますのでご確認お願いいたします。でよく混ぜていただいたら、ここでですね、ちょっと茹で汁の方を入れてあげます。で、火をねちょっと強めて一回ねここで軽く味を均一化させて軽く煮詰めていきます。で、軽くね煮詰まり始めてきたところで、パルメザンを入れていきます。でパルメザンの方はよくあるクラフトのパルメザンとかではなくて本当に自分で塊のやつを買ってきて削ってあげた方が美味しいです。クラフトのパルメザンとかまたちょっと違うのでね、できるだけ本物のパルメザンを使ってあげてください。で間もなくパスタ1分前で上がるっていうところでもソースの方をね再び温めてで、パスタを投入いたします。こんな感じですね。で、これ、合わせていっていただいて、でちょっとですね汁気足りないなと思って私ここでパスタの茹で汁取っといたので少し加えてます。どうしてもねどんどん吸ってっちゃうソースになるので、ここでねちょっと水分入れてあげた方が美味しく仕上がりますね。でまたねここで追いチリクリプスオイルをかけていきます。で、パスタですねパセリですね、失礼しました。たっぷり入れてあげてください。いいですね。ではドレスです。でこの料理なんですけども、いろんなパウダー類だとか入るじゃないですか。結構ねそれぞれに塩があるのでパスタの塩とかを少なくしてくれとかっていうのはそういう意味合いがあります。塩分量はすごい気をつけて仕上げていかないと難しい料理になります。ではこちらチリオニオンパスタになります。では実食です。うめえなこれ、うまいぞ
はい、どうも、お疲れ様でした。いかがでございますかね。チリオニオンパスタでございました。こちらですね、なかなか、味わったことないタイプのパスタで、結構ね、パウダー系をいろいろ使ってるので、ややジャンキー感はあるんですけども、こう、うまくね、まとめている味わいで、わりかし新しいレパートリーとしてありかなっていうような、パスタでございますね。さすが、1000万再生以上のバズをした、レシピだななんて思いながら、味わわせていただいております。はい。で、こちら作る時の注意点があるんですけども、最後はソースとパスタを絡める時ですね、あそこはですね、少しちょっと茹で汁の方は多めに入れてあげてください。というのが、ソース自体が結構濃厚で、こう麺をね、そのまま濃いままのまま入れてしまいますと、麺がかなりね、ソースを吸っちゃうんですね。ですので、もし食べやすい状態にしたいのであれば、茹で汁はね、少し多めに入れた方が食べやすい、オニオンパスタになりますので、ぜひ、そこもね、お試しください。それとあと、パスタを茹でる時の塩ですね。で、こちらもよく一般的に言われている 1% っていう話なんですけども、これは1% 入れなくて大丈夫です。むしろちょっと少し少なめの塩の方が、こちらのパスタにおいては正解かなと思っております。それぐらいやっぱりこの、パスタのですね、ソース自体が結構パンチのあるものになりますので、麺自体に 1% の塩っていう、しっかりしたね、塩をつけてしまうとかなり食べづらくなってしまうかなっていう印象がありまして、そこは少なめの方がよろしいかなと思っております。はい。ぜひぜひね、新しいね、パスタのレパートリーとして、一度お試しいただけたらなと思います。はい。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。